こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日は芍薬レッドチャーム、すっごくかっこよくね、こんな手のひらサイズにパクッと、ものすごく中がビロード感あふれるツヤ光沢のある美しい咲き方をしますので、ダイナミックなね咲き方するので、この、レッドチャームと、カラープロミスをメインに、リシアンサスのジュリアスラベンダー、そしてライムグリーンが美しいスノーボール、ベロニカ、利休草、しなやかさが特徴です。利休草、そして香りがいい葉っぱですね、ハーブローズゼラニウム、触るといい香りがします。ペニセタムのラスカル、穂がとても美しいです。そして、今日は枝物を入れていきます。姫水木、この新芽のところが少し可愛い赤ピンクっぽいねお色なので、非常にこのカラーであるとか少し赤みがかったお花と、似合ってきます。で、大輪品種のアスターです。これはマッシュラベンダーという品種です。で、クレマチスのミセススミエちゃんです。はい、可愛いですね。で、ここが紫色なので、ラベンダー色のお花を、合わせていきます。この子を飛ばしましょう。はい、では束ねていきたいと思います。まずは芍薬、そしてカラーはねちょっとこう曲がってたりすると手で少し柔らかく触ってあげると角度が変わってきます、ね、力ずくでしないようにね。はい、束ねていきます。で、季節のお花っていうのは本当にあっという間に、移ろっていてしまって、今しか出会えないお花っていうのがたくさんありますので、お花屋さんに2週間とか3週間に1回、もうできれば毎週ね行っていただくと、とても可愛いお花たちに出会っていただけていいかなとは思うんですが、2、3週間に1回、行っていただくとその時々のね美しいお花に出会えると思います。で、この大輪は少しぐっと低めに入れて、で前回もピオニー使いましたけれども、芍薬を使いましたけど、大きく咲いてくるので少し間を空けて束ねていきます。ミセススミエちゃん踊ってますね。この子ぴょんと踊らせていきます。茎がくにゃくにゃ曲がっててもしっかりとね入れていただいて、で不安定な場合は少し強いもので押さえてあげるといいですね。茎のフォローをしっかりとしてあげましょう。で、この、スパイラルで束ねる場合にはしっかりと一定方向に束ねていってください。お店に来ていただいて、レッスンをする場合にはしっかりと手取り足取りレクチャーの方をさせていただきますので、花束ねしっかりね束ねれるようになりたいなっていう方にはぜひ YouTube だけではなく店舗の方に来ていただければなと思います。
たくさんの、レッスンカリキュラムがありますので、1年を通してハッピーカムレッスンというのはお花をね、お花遊び楽しんでいただけるようになります。いろんな種類のお花の性質を知っていただいた上で、組み合わせであるとか束ね方、アレンジメントの仕方というのをね知っていただけるかと思います。かわいいですね。でこのピオニーだったりダリアとかちょっと茎がカラーもそうですけれども、茎が太いものをね束ねる時にはすごく折れやすかったり手がもう抱えきれないっていうぐらい、少しねこう幅が大きくなってしまいますので、握力が必要になってきます。なので私たちは生徒さんとか触ってくださる時はびっくりされる方が多いんですが、ものすごくここに筋肉が職業病のようについてますね。もりもりしてます。はい、色合いをしっかりと考えながら入れていきます。で芍薬が咲くスペースを考慮しながら香りの葉っぱと枝物入れていきます。でタフッとしっかりとここねするように横顔も美しく入れていきたいと思います。この花瓶に入れた時のこのね流れ方がすごく好きです。ハッピーカムの、ブーケはラッピングでごまかさないっていう風に、生徒さんたちにもお伝えしてます。ラッピングでね、ボリュームがよく見えるとかおしゃれに見えるではなくって、脱いだ時にしっかりと美しく見えるようにねお花のラインを、見せてあげれたらいいなと思います。ね、つるのものはすごく絡まりやすいので、お花が傷まないようにねちょっと丁寧に、大丈夫取ってあげてください。ここね、はい、すごい可愛いね。本当に芍薬も、初夏のお花として出てきてくれて、もうね何回お家に飾ってるかな。毎年いろんな種類を飾るようにしてるんですけれども、またもう一回飾りたいと思ってたらもうねすごく本当に暑さがきつくなってしまいますので、ぜひぜひ今しか出会えないお花たちいっぱい楽しんでいただきたいなと思います。はい、めっちゃ綺麗。ふわっと、いいですね。はい、で利休草、花瓶からあふれる姿意識してタフッとタフットってどういうこと？タフットってよく使うね私タフットわかります？なんか大阪弁だと、大阪弁かな、伝わるかな、みんな分かってくれますか？はい、出来上がり完成です。ちょっと大人なシックな色合いのブーケ、かわいい。